はい、それでは 2A3 シングルアンプの制作第5回目の中編スタートしていきたいと思います。前回ですね、いろいろなところの電圧を測っていったんですけれども、この部分ですね、B 電源の電圧が、機体よりも20数ボルト高かったために、そこを気体の値にするために、ここにある抵抗のマークがありますけれども、ここに実際に抵抗を挿入して電圧効果を発生させて、ここの電圧も、下げていきたいというふうに考えています。でその時にですね、どれぐらいの抵抗をここに入れたらいいのかということなんですけれども、この回路でですね、流れている電流の大部分は 2A3、この真空管の、プレート電流ですと。でこのプレート電流は今どれぐらい流れているかというと、ここが 45V 付近ですので、ここの抵抗の値がですね、この 1.5kΩ を並列にしてますから 750Ω ということで、45V 割る 750Ω で、1本あたりだいたい 60mA 流れていますと。これがステレオで LR で2本ありますので、だいたい 120mA ぐらい流れていると予測できます。で、先ほど 25V ぐらい電圧を降下させたいということですので、あと定常的に電流は 120mA ぐらい流れてるんじゃないかなというふうに予測できますので、オームの法則から 25V 割る 0.12A ということで、208という抵抗の値が出てくるんですけども、ちょうど私のところの手元にですね、680オームという抵抗、2W の抵抗がありまして、これを3個並列にしますと、226オームで 6W の抵抗が作れますので、最初これを挿入して、作業を進めていきます。実はこれはですね、ぴったりいかなくてですね、その後もう一回抵抗の値を変えるんですけれども、最初になぜこの抵抗を使ったのかというところを、ご説明いたしました。はい、それではですね、引き続き、調整の作業を進めていきたいと思います。はい、この部分に、電圧効果用の抵抗を取り付けましたので、この状態で、また電圧を測っていきたいと思います。電源を入れました。はい、この部分ですね、B 電源 300V ぐらいを、期待しているわけなんですけれども、どうでしょうか。281、ちょっと少し思いのほか下がりすぎましたかね。ということで、現状ここは220、30オームなんですけれども、ちょっと電圧効果がしすぎているような感じですので、もう少し抵抗の値を小さくしたいと思います。はい、先ほどですね、電圧効果用の抵抗、220オーム程度だったんですけれども、少し値を下げまして、今150オーム程度のものをつけています。はい、この状態で、改めて、いろいろな部署の電圧を測っていきたいと思いますけれども、まず、一番の大元の B 電源ですね。こちらの電圧を測っていきたいと思います。はい、298V、ほぼ狙い通りの数字になっているのかなというふうに思います。それでは、2A さんのプレート電圧ですね。片側が286、もう片方が286。ちょっと
最初の設計よりは少し低いんですけれども、まあ、許容範囲かなというふうに思ってます。そして、バイアス電圧ですね。片方が43.56。もう片方が44.21ですから、まあ、これも狙いよりは1ボルトちょっとぐらい低いですけれども、はい、許容範囲とは思ってます。続いてですね、電圧増幅弾ですけれども、電圧増幅弾の真空管用の B 電源ですね。片方が276、もう片方が278ということで、これもまあ、ほぼほぼ277、ほぼ狙い通りですかね。では、電圧増幅部の真空管プレート電圧ですね。片方が126、5.9。もう片方が134.89。少し10ボルトとは言いませんけれども、少し差があるのが気になりますですね。ちょっと、一応、バイアス電圧も見てみます。片方が 1.52。もう片方が 1.45。やはりちょっとプレート電圧のところの差が、あるのが気になりますので、これ、ひょっとしたらもう真空管のばらつきなのかもしれないので、一度ですね、真空管左右入れ替えて挿してみて、現象が逆になるようであれば、もうそれは真空管由来のことなのかなと思いますけれども、そこを一応確認しないといけないので、入れ替えて、もう一度測ってみたいと思います。はい、電圧増幅部の真空管を左右入れ替えてですね、今挿しています。で、この状態で、またちょっと改めてですね、電圧を測定してみたいと思います。一応、いろいろなところが落ち着いたかどうか、まず、大元の B 電源をですね、測ってみます。はい、299。ということで、はい、大元の電圧は出ていますと。で改めて、電圧増幅部のプレート電圧ですね。片方が134.1、もう片方が127.0。ということで、きっちりということではないんですけども、やはり先ほどとは逆の傾向ですね。入れ替えて、先ほど、こちら側が高かったんですけど、入れ替えた結果、こっちが、やはり10ボルトとは言いませんけれども、少し高くなっているという状況なので、これはですね、ちょっと今、抵抗の値とかをいじって細かく調整するよりもですね、このまま、出音を聞いてみて、それで左右の音量とかのバランスにですね、大きな問題があればまた対処していきたいと思いますけれども、対処の方法としては、いろいろなところの抵抗の値を調整するとかですね、もしくは、またもう一本、真空管を買ってですね、より値が揃うものを選択するとか、いろいろやり方はあると思うんですけども、ちょっと、出音のですね、
感じによってどういう対処をするかっていうのを、考えていきたいと思いますので、まずは次のフェーズに進んでいきたいと思います。はい、先ほどまでと少し風景が違うなというふうに思われたと思うんですけれども、ここにある機材、これよくダミーロードと言われるんですけども、要は8オームの抵抗です。で、本物のスピーカーの代わりに、このアンプに対する負荷として使いますので、スピーカー出力端子とこのダミーロードをスピーカーケーブルで今繋いでいる状態です。そしてこれがパソコンとですね、USB 接続するタイプの、オシロスコープですね。で、このオシロスコープを使って、今パソコンからですね、200Hz の制限波がですね、出力されていて、それがアンプのライン入力端子に入っています。今はですね、ボリュームを完全に絞った状態なので、何も出てこないんですけども、ボリュームを上げていくと、徐々にスピーカー出力端子の方に、電圧が出てくるという様子をオシロスコープを使って確認していきたいと思います。はい。ではですね、ボリュームを少しずつ上げていきたいというふうに思います。はい。今上げていますけれども、青い線がですね、パソコンから出ている制限波ですね。アンプに対する入力信号で、赤い線がスピーカー端子から出ている出力電圧で、こういうふうにボリュームを操作すると、出力電圧が小さくなったり、大きくなったり、小さくなったりというふうなことが、確認できます。オシロスコープを使って確認できます。これによってですね、この作ったアンプが入力された信号を増幅する機能があるということが、目視で確認できるわけですね。あとアンプを作ってですね、出来上がった後に発振と呼ばれる現象が起こって、あまり期待しない周波数の信号、往々にして高い周波数のことが多いんですけれども、そういう信号がですね、ずっと出続けると、高い出力で出続けるという現象がありまして、そういう現象が起こっているときにスピーカーをつないでしまいますと、最悪スピーカーを壊すということにもなるので、注意が必要なんですけれども、今このオシロスコープで、出力波形を見る限り、そういう発信のような現象も起こっていないということが確認できました。はい、というような状況ですので、この後ですね、本物のスピーカーを接続して、実際に音を出すという段階に移っていきたいと思います。はい、一旦ですね、コンデンサー結合の回路図で、完成したと思いますので、実際に音を再生したいと思います。多分に、思い込みのところっていうのはあると思うんですけれども、いい音なんじゃないかなと思います。私、今までメインはですね、6L6GC という真空管のシングルアンプを使って音楽聴いてたんですけれども、それに比べましてですね、格段にワイドレンジですね。低い方から高い方まで、レンジが広くって、あと、ドラム、特にベースドラム、ドンドンっていう音がするところなんですけども、これがですね、非常にシャープというか、キレがあるというか、スピード感があるというか、今までのものとだいぶ印象違いますし、いい音ですね。ということで、ここまで、作ってきたわけなんですけれども、
正直今この音を聞くとですね、この後あえて、その直結化の改造をしなきゃいけないのかななんてちょっと思ったりもするんですけれども、そこは初志貫徹ということで、この後引き続き回路を少しね、改造して、直結化の改造をして、どういう音が出るのか、試していきたいというふうに思います。